海道も海外テックのこれまじミントです。りなです。今日は3132人を集めた心理実験の結果を紹介する回です。実験って言うとどんな数字が出たの？同じ難しい問題に対してわからないと答えた人の割合、AI に聞けない状況だと 44%、AI に聞ける状況だと 3% まで下がりました。これまじわからないっていう人が10分の1以下になったってこと？しかもさっき AI の答え間違ってたって言ったよね。しかもその間違いは研究チームがわざと用意したものなんです。そこが今日一番面白いところです。全部見せます。研究チームが参加者に出したのは映画の細かすぎる質問です。例えば、When do it like Beckham のチームのユニフォームは何色？答えられなくても構わないし、わからないと答える選択肢もいつでも選べます。なんでそんなマニアックな質問にしたの？ここが今日大事な設計のポイントです。研究チームは AI がほぼ確実に間違える質問だけをわざと選びました。しかも使った AI モデルもあまり知られていない精度の低いモデルです。実際に取り出そうとしたのは間違った答えでも人がどう振る舞うか、その一点です。つまり大事なのは AI 一般の精度より人がボタンを見た時にどう振る舞うかってことなんだ。はい、そこは誤解してほしくないところです。実際同じ質問を今の最新モデル何種類かにも試したら、こっちは普段はよく正解するのに、この意地悪な問題だけは軒並み間違えたと報告されています。3回とも自信満々に、しかも3回とも違う色を答えてるのちょっと面白い。そうなんです。毎回もっともらしい説明を添えて断定的な言い方で毎回違う間違いを返してきます。このもっともらしいのに間違ってる答えに人がどう反応するかを見たのが今日の実験です。映画の細かい記憶みたいなちょっと特殊な題材だけど、これって普段のどんな場面に近いんだろう？似たような構造の場面はいろいろ考えられます。自分では正しさを確認しづらい細かい情報を調べる場面です。ただ今回の実験で確かめられたのはあくまで映画の記憶問題だけだということはここではっきりお伝えしておきます。まず基本の実験です。314人を2つのグループに分けて AI に聞けないグループと聞けるグループを比べました。 AI に聞けないグループは 36% がわからないを選びました。 AI に聞けるグループは 6% です。いきなり6分の1くらいになってる。これだけだと AI がたまたま調子悪かったんじゃないかという疑いも出ます。なので研究チームは念のため310人でもう一度今度は答えをあらかじめ用意して確実に表示する形でやり直しました。わざわざ2パターンやったのはなんで大事なの？1回目は AI にその場で問い合わせる形、2回目は答えを事前に用意して確実に見せる形と条件を変えたからです。それでも同じ傾向が出れば AI の不調のような偶然では説明がつかないと言えます。それがさっきの 44% から 3% なんだ。はい。1回目と同じ傾向がもう一度再現されました。人数に置き換えると10人中4人以上がわからないと言えていた状況が AI が使えるだけで100人中3人ほどまで減ったというくらいの変化です。わからないが減ったわけ、答える人が増えたんだよね。それって別に悪いことじゃなくない？答えた数は増えました。でも正解率は AI なしの 27% から AI ありだと 9% まで下がっています。AI ありの方が答える数は多いのに正解している割合はむしろ低いんです。答える自信は上がってるはずなのに正解率は下がってるってこと？そこが今日一番伝えたいねじれです。参加者が自分の答えにつけた自信度は AI なしだと平均30点くらい、AI ありだと平均76点くらいまで上がっていました。間違った答えをより自信を持って出すようになったということです。答える数は増えた、正解は減った、でも自信は2倍以上。数字が全部逆方向に動いてるじゃん。しかも変だよね。誰かの意見と自分の考えが違う時って普通はあれどっちだろうって迷って自信が下がりそうなものだけど、実は研究チームもそこを指摘しています。人間同士のアドバイスなら自分の考えと違う意見をもらうと迷いが増えて確認したくなるのが普通です。でも今回は逆でもっともらしい答えが返ってくると迷いより先に納得してしまったように見えるということです。人からアドバイスをもらうとき、人は普通相手の意見の方へ3分の1ほどしか歩み寄らないとも言われています。今回はその逆に近い動きが出ています。私も AI にパッと聞いてそうなんだで終わらせちゃうこと正直あるかも。数字が語っていることを大げさにせずそのまま届ける、それが私たちの基本です。今日の話が気になった人は登録しておいてほしいのだ。
こういう AI と人の心理の話、また掘っていくよ。お金がかかってたらさすがにちゃんと考えるんじゃない？そこも試しています。正解したら報酬がもらえて、間違えたら報酬を失うという条件を足しました。最初の実験では報酬のルールを最初に1回伝えるだけだったので、質問を重ねるうちに忘れられていた可能性もありました。次の実験では毎回の質問の前に金額を思い出させる形にして確実に効果を測れるようにしています。結果、AI に聞けない状況ではわからないを選ぶ人が 32% から 41% まで増えました。お金がかかると人は慎重になるんです。じゃあ AI に聞ける状況でも同じくらい戻ったの？そこが今日伝えておきたい限界です。 AI に聞ける状況ではわからないは 2% から 8% までしか戻りませんでした。正解率も 11% から 16% へは上がりましたが、 AI なしの水準には全く届いていません。 8% って41% からしたらまだまだ全然戻ってないね。はい、お金というかなりわかりやすい理由があっても AI に引っ張られる感覚は消えきらなかったということです。研究チームは自分は十分わかっていると判断する基準そのものが AI の答えを見た時点でもう下がってしまっていることが原因ではないかと解釈しています。今回の報酬は1問あたり10セントとやや控えめだったので、もっと大きな金額なら結果が変わるかどうかまでは研究チーム自身も分かっていないと述べています。ここまでの実験って自分から AI に聞きに行った場合だよね。今って検索しただけで AI の要約が勝手に出てくることも多いけど、それでも同じことが起きるのかな？そこも別枠で調べています。853人を対象に AI の答えをクリックさせず、質問と一緒に自動で表示する条件を作りました。結果、お金がかからない状況では AI が出ない場合のわからないが 35%、 AI が自動で表示されると 1% でした。お金がかかる状況では AI が出ない場合は 39% まで増えるのに AI 表示ありは 7% 止まりです。自分で聞きに行ったわけでもないのに、ほぼ同じくらいわからないが消えちゃうんだ。はい、検索の要約や文章作成中に出てくる提案のように頼んでいないのに AI の答えが目に入る場面はこれからますます増えていきます。今回の結果はそうした向こうから出てくる AI でも同じ影響が起きる可能性を示しています。クリックして聞きに行く1手間すら歯止めにはなっていなかったということです。聞きに行ったか向こうから出てきたかはあんまり関係なかったんだね。でもさ、最初からわざと間違える AI を使ったんだよね。海外の掲示板でも似たようなツッコミが出てたけど、それって AI が悪いって結論に誘導してない？研究チームの答えは精度の高い AI に助けてもらうこと自体は合理的だからそこと切り分けたかったというものです。もし AI の答えが正しければ頼るのは賢い判断です。正しい AI への合理的な委任と誤答への追証とあえて切り分けて測ったということです。なるほど。実際はもっともらしい答えがあると人は立ち止まりにくくなるって話なんだ。その理屈だと誤植だらけの教科書を渡されたのと同じことにならない？そこにも似た指摘がありました。教科書で調べるのと比べると AI に聞くのは手間がずっと少ないです。同じ間違った情報でも手間が少ない分確認せずそのまま受け入れやすくなるという見方ができます。もう一つ、検索エンジンと何が違うのかという指摘もありました。検索だといくつもの違うページが並んで出てくるので、そこで一度あれどれが正しいのと立ち止まる余地があります。でも今回のような AI は断定的な一つの答えだけをその場で返してきます。その分立ち止まる隙間が少ないんじゃないかと研究チームは考えています。ここはまだ確かめきれてない部分もあるんだよね。はい、これは査読前のプレプリントで扱った題材も映画の細かい記憶問題だけです。研究チーム自身も実生活での重い判断にそのまま当てはまるかは今後の課題だと書いています。研究チームが今回の実験から言えることは AI をもっと正確にするだけでは足りなくて、人が自分の知識の限界に気づける状態を保つことがもう一つの課題だということです。私たちが今すぐできそうなことって何かあるのかな？今回の結果から考えられる対策候補は地味ですけど2つです。AI に聞く前に自分なりの仮の答えを一度作ってみること、そして AI の答えを見た後でもわからないを選ぶ権利は自分にまだ残っていると意識しておくことです。ただ、この2つの対策そのものが効くかどうかは今回の実験では検証されていません。研究チームは AI の精度向上に加えて人が知識の限界に気づける状態を保てるかどうかがこれからの課題だと締めくくっています。私も次からは
AI に聞く前に一回自分の予想を声に出してみようかな。 AI を使うかどうかよりわからないって言える力を残しておくことが大事って感じだね。そういえば AI に頼りすぎると本来の力がどう変わるかっていう話を別の回でも扱ったことがあります。気になる人は概要欄からチェックしてみてね。今日のわからないと言えなくなる話とつながる部分があるよ。後藤を見ても判断を保留できるかを測った実験でした。その力はお金という強い動機を足しても大きく下がったままでした。今日は AI に聞ける環境が人のわからないっていう力に何をするかっていう実験を紹介しました。よかったら高評価、チャンネル登録、最近わからないって言えてるかコメントで教えてください。みなとミントでした。バイバイ。